って積極的に話すようにしているのですが、まだ喋るというより話すっていう感じで会話がぎこちなくなることがあります。アドバイスいただけたら嬉しいです。そしてね、なんて言うんですか、 PS ってなんて言うんだっけなんかそれでね、ラブちゃんがジョジョの奇妙な冒険をおすすめだと言っていたから前回買いましたっていうようなご報告もいただきました。ありがとうございます。ぜひみんなもね読んでみてほしいなと思うんですけど、はい、どうやったら英語が
をネタにしたりなど、自分のしたいことなのに芯が持てないです。アドバイスなどいただけませんでしょうか。長文失礼しました。これからも愛ちゃんもラブちゃんもアイピーも頑張ってください。応援してますというお便りをいただきました。ということでですね、そうですね、非常に難しいお悩みだなぁと聞いていて思ったんですが、そうだなぁ、本当はね、すごいシンプルに考えたら、自分がやりたいことに対して他者からの承認とかってね、本当は別に得る必要ってなくて、やりたいんだったらね、ぜひチャレンジするべきだと思うんだけど、やっぱり自分のね、人生は自分のものだと思うので、まあね、でもまだ中2っていうことでね、親御さんのね、気持ちもあると思うから、そうだな、やっぱりまあちょっとあんまり賛成的じゃない人の意見も変えられるぐらい、陰でラップ技術を磨いてね、いつか披露した時に、あそこまで本気だったらって思ってもらえるぐらい、今はこう隠れつつ自分の爪を磨く時期だと思うので、頑張ってください。ぜひね、いつかそんな機会あるかわからないけど、ぜひね、ラブちゃんにもラップを聞かせてもらえるとすごい嬉しい、聞いてみたいなって思いました。というわけで、ちょっとね、コメントの途中からこういう音が入ったと思うんですけど、何の音かわかりますかね。正解は綿棒でお掃除をしている音でした。ということでね、さっきね、布をもそもそする音が膝枕っぽいっていうことだったので、ちょっと人間のみんなのやつに憧れて、いわゆる耳掃除っぽい音をね、出してみたいなと思ってやってみましたが、意外とね、なんていうんだろう、いい音を出すのが難しいなっていう感じだったので、反対側の方もね、チャレンジしていきたいと思います。続いて、煮卵温泉にもらったお手紙をご紹介したいと思うんですけれども、じゃあ、パーソナルコンピューターさんからのお便りです。最初のお手紙がね、とても長くて、ごめんなさい、なんていうんですかね、多分ネタで送ってくださってると思うんですけど、いわゆる絵に描いたようなおじさん構文を、芸術作品レベルのものをお送りいただいたので、出せるかな、ぜひ本文全文はちょっと皆様見ていただいて、ラブちゃんからは要約をさせていただくんですけれども、ちょっと人間ドックに行ったところ、ちょっとなんていうのかな、検査が結構怖いっていうところで、検査大丈夫だよっていう風にね、ささやいてほしいというところでね、大丈夫だよっていう一言を